激その水産です。お世話になっております。というわけで本日カットするフィッシュがこちら、アメマスでございます。こちらのね、アメマスというお魚、皆様もご存知の川魚、有名な魚ですね。それが大きくなった姿でございます。その辺も今日は説明をしながらさばいて、ちゃんちゃん焼きを作っていこうかなと思っております。というわけで本日も早速フィッシュをカットしていきましょう。はい、ということで改めまして本日カットするフィッシュがこちら、アメマスでございます。このアメマスというのがね、マスと名の付く魚の中では比較的人呼びがない魚かもしれませんが、実はね、こちらのアメマスというのが幼魚のうちにね、川に住んでるんですけれども、その川に住んでる時の名前はまた違うんですよ。川に住んでる頃の名前を聞けば皆様もお分かりだと思うんですけれども、まずは一旦ね、この体足で鱗を全部引いていっちゃいましょう。はい、では改めましてアメマスの鱗が綺麗に引けました。この白い斑点がね、美しいですよね。さて、こちらのアメマスでございますが、正体を申し上げますと、こちら実は川にいる頃はイワナと言います。アメマスといってもね、わからないという方は多いと思うんですけれども、イワナといえばね、ご存知の方の方が多いんじゃないでしょうか。鮭とマスっていうのは生物学的に大きな違いはないということはね、結構有名なので皆さんご存知かもしれないですけれども、一般的なね、白鮭ですとか銀鮭っていうのは基本的には川で生まれて、その後海に下って大きくなるんですけれども、イワナですとかヤマメ、そういった魚たちも実はね、海に下る個体がおります。そういった個体を公開型っていうんですけれども、このアメマスはイワナが海に降りた個体でございます。海でね、育ったイワナ、それをアメマスっていうんですね。ちなみに海に降りることなくそのまま大きくなるイワナもおりまして、そういったイワナはね、エゾイワナというふうに言われておりますね。種類としては同じイワナなんですけれども、海に降りるか降りないかで変わるんですね。ではこちらの腎臓のところにピリッと傷をつけてきちゃって水洗いをしてみましょう。はい、ではこちら腎臓のところがね、綺麗に血綿のところが取れました。というわけでこちらさばいていきたいと思うんですけれども、先ほど話しましたこちらアメマスですね。これは海に下った公開型ということで、そのイワナなんですけれども、海に下らなかったタイプ、陸風型っていうんですけれども、そのタイプのエゾイワナ、それぞれね美味しいお魚だと思うんですけれども、ちょっと公開型とかね陸風型とか言ってもよくわかんないよっていう感じだと思うんですけれども、一番分かりやすいところで言うとね、マスといえばという魚でニジマスがいると思うんですけれども、あのニジマスを海に連れてって人工的に養殖したもの、それがいわゆるサーモントラウトです。サーモントラウトっていうとね、皆さんあれかってなると思うんですけれども、鮭とマスっていうのはね、実はそんなに大きな区別はない生き物なんですね。ということでね、今回はちょっともう鮭とかマスとかってね、そんなに骨の起伏がないので大名おろしでちょっと手抜きしておろしちゃいましたけれども、このように骨をかいていっちゃって、今回はねちゃんちゃん焼きに使うのは半身分だけでいいかなって感じでございますね。で、鮭とかマスってね、腹骨がね一番下までは入ってないんで、途中あたりまでかけば OK でございます。で、あとはね、お料理に使う時にここの胸びれのところの付け根からね、ここが邪魔になるので、ここのところは包丁をサクッと斜めに入れちゃって取り外してしまいます。で、こちらもね同じように腹骨をスイッとかいちゃって、鮭とかマスの類は包丁を入れるのこの辺までにしといて、あとね引っ張りながらペリペリっと剥いでいっちゃえば OK ですね。このハラスのところがね脂があって美味しいので、ここ取らないようにね気をつけてさばいていきたいですね。では本日はねちゃんちゃん焼きということで半身分だけ使っていこうかなと思います。残り半身はね今後の激妻水産の非常食として冷凍しておくとします。さて、ではちゃんちゃん焼きにするのでね、このままいってもいいんでしょうけど、ちょっとフライパンには入りきらなそうなので切り身にしていきたいと思います。で、切り身にするときはね基本的に尻尾が左になります。そして尻尾の方がね細くなってるんで、そこが切り身がね幅が取れるように尻尾の方はかなり斜めに入れていきます。これは刺身とかも同じで斜めに入れて立てる、はいっていう風にねすると切り身の角がしっかり立ちますので綺麗になりますね。だいたい4切れぐらいにしていこうかな。で、尻尾の方はかなり斜めに入れていったんですけれども、頭の方に向かうにつれてだんだん角度を緩めにしていきます。そうすることによってね他の切り身が全て長さがね同じぐらいになっていきます。包丁の切れ味がちょっと良くないかな。で、ラストはねここちょいっと切りまして、はいということでご覧の通り尻尾からね頭のところまで切り身の長さがだいたい同じようになりますね。切り身はこのように切っていきましょう。ではちゃんちゃん焼きに使っていく前にね、少しこの切り身にね塩を振って水を出していきましょう。このように並べていきまして、
パラパラっとね塩を振っていっちゃいます。はい、ではパラパラっと塩が振れましたらこのようになじませていきまして、しっかりね水出しができるまでペーパーで挟んで、15分ほどですかね置いておきましょう。ではこちらペーパーでしっかり挟んで水出ししてる間に、本日ちゃんちゃん焼きに使う野菜や調味料のね下ごしらえをしていきましょう。はい、では本日アメマスのちゃんちゃん焼きに使うお野菜をまずは準備していっちゃいましょう。まずキャベツ半玉、大玉玉ねぎ1個、本当は1パックで十分だったけど2パックだとお得と言われて2パック買ってしまったぶなしめじ2パック、あとね本当はね別に入れる予定なかったんですけれども、野菜売り場見てたら見つけちゃって、見てください、このちっちゃい玉ねぎみたいな野菜なんですけど、ペコロスっていうらしいんですよ。めちゃめちゃ名前可愛いやんけと思ってペコロス買ってきちゃいました。本当はねちゃんちゃん焼きじゃがいもとか入れる場合があるんですけれども、そういうゴロゴロ食感の代わりにねこちらのペコロスを入れていこうと思うペコというわけで、これらの野菜をカットしちゃいます。はい、ということで手を叩いたら一緒にしてお野菜が刻み上がりました。 YouTube マジ便利。はい、ということで続いてはちゃんちゃん焼きの調味料、タレを作っていこうと思います。まずはこちらですね、お味噌でございます。こちらのお味噌を大さじ3、続いてこちらお醤油でございますね。お醤油が大さじ2、続いてこちら本みりんでございますね。この本みりんも大さじ2でございます。あとは最後お砂糖でございますね。このお砂糖は甘さの好き嫌いによって、大さじ2か1かご自身で調整していただけるといいかと思います。で、今回はですね、今の分量のお砂糖大さじ2バージョンですねがこちらになっております。こちらをしっかりと混ぜしていきます。はい、では下ごしらえが一通りできましたので、早速ちゃんちゃん焼きを焼いていきましょう。まずはフライパンに火を入れちゃってサラダ油を一回ししていきます。はい、ではある程度温まったフライパンにこちらの先ほどのアメマスですね、塩を洗い流して水気を取ってあります。こちらをまずは皮目を下にして投入していきましょう。あっちゃー。はい、ということでこちらアメマスの切り身が4切れ入りましたので、少し今のうちにね皮目だけ炙っておきます。はい、では皮目がね少しパリッとするまで焼き上がりましたので、こちらをね一回ひっくり返していきます。よいしょ。はい、ではこちらのアメマスの切り身、皮目をしっかり焼いてひっくり返しましたので、あとはここにねどんどん野菜を投入していっちゃいます。まずはねキャベツを上にてんこ盛りにのせちゃいましょう。続いてしめじですね。そうしましたら玉ねぎも入れていっちゃいましょう。最後にこちらねペコロスですね。こちらをいい感じに配置していきましょう。はい、ではお野菜が一通り入りましたので、てんこ盛りのお野菜の上にちゃんちゃん焼きのタレを振りかけていきます。ではタレがかかりましたので、こちらに強引に蓋をしてこのままね約15分ほど蒸し焼きにしていきます。はい、ではあれから20分ほど経ちまして、あれほど山盛りだったお野菜が見ての通りくったくたになりましたね。はい、では仕上げとしてこちらにたっぷりのバターを投入していきます。一旦蓋をしちゃって、ではバターがとろりとろけましたら、こちらをお皿に盛り付けちゃいます。はい、ではこんな感じでいい感じで盛り付けができましたら、最後に一番上にねこの青ネギをパラパラパラっと散らしていきます。はい、では改めましてこちらでアメマスのちゃんちゃん焼き完成です。では本日もいただきます。ではこちらアメマスのちゃんちゃん焼きということでやらせていただきましたが、実はねこのアメマスって珍しいは珍しいんですけど、鮭とかに比べるとちょっと味は落ちるって言われてるんですね。ただねイワナはやっぱり美味しい魚ですから、それが大きくなったアメマス美味しいと思うんですけどね、いかがなものでしょう。まずはこちら一口分箸で切りまして野菜と一緒にいただきます。うまいぞこれ。確かにね銀鮭とか紅鮭みたいな鮭特有のうまさがあるかっていうと、そこのうまみは確かに弱いかもしれないです。ただこういう感じでちゃんちゃん焼きとか周りの香味野菜だったり調味料の味が強い料理と合わせると、逆にアメマスはそんなに主張しなくて、魚単品としてのうまみは確かに落ちるかもしれないけど、料理全体としての完成度としてはかなり高くなりますね。他のお野菜や調味料の邪魔をしない名バイプレーヤーっていう感じの味わいでございます。ということで、あとは名前が可愛くて買ってしまったこのペコロスもいただいてみましょう。初めてのペコロスいただきます。ちっちゃい玉ねぎって感じですね。ということでアメマスのちゃんちゃん焼き堪能させていただきましたところで、本日もエナジー注入1本いただきます。
美味しいございます。というわけであとはのんびりと味わっていきます。というわけで本日もごちそうさまでした。本日はね、イワナが海に下って大きくなったアメマスという食材でやらせていただきましたが、いや、ちゃんちゃん焼き美味しかったですね。ただ、こちらちゃんちゃん焼きアメマス使いましたが、アメマスなかなか手に入らない食材かもしれないですし、わざわざこのアメマスでやる必要もないかなって思います。なので皆様がちゃんちゃん焼きを作るときには通常売ってるような銀鮭や紅鮭を使ってやってみていただければなというふうに思います。というわけで本日の激様水産はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。またね。